ウェルベジェンのオーラです。本日もオンラインサロンでアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインサロンのみとなっております。ご了承ください。金額、サイズ、状態のお問い合わせの方もウェルベジェンウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が10月の14日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っておりますので、そちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらタグの方がこちら、JC ペニーのタグになっていて、サイズ表記は M 表記になっております。で、赤と白のボーダーですねの T シャツになっていて、素材としてはこちら50/50のものだと思います。一応こちらに表記もあるんです。ちょっと削れちゃって見えない状態にはなってしまっています。で、バインダーネックになっていて、裏面はこちらですね。ちょっとした汚れとかはあるんですが、全然着用には問題ないかなと思います。で、サイズもミディアムっていうところで、僕が正直ちょっと着用が難しいぐらいのぴったりっていうくらいのサイズ感になると思います。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いての T シャツですね。タグがこちらにあるんですが、ちょっと表記などは読めない状態になってしまっています。白ボディに染み込みのプリントですね。ビールのプリントいいですね。で、裏面にもプリントが入っております。こちらも染み込みですね。で、多少のこういった少し薄汚れだったりとか、この肩の少し小穴ぐらいはあるんですが、全然まだまだ着用いただけるかなと思います。で、サイズ表記あったとしたらこちら、そうですね、ミディアムぐらいの表記ですかね。ちょっと身幅が正直狭くて、僕だとちょっとピッタピタになるかなっていうサイズ感です。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグはこちらになっております。ステントムのボディで 100% コットンの L 表記になっております。で、黒ボディで、黒ボディのポケティのこちらにプリントが入っていて、レベルのホンダのバイクですねの T シャツになっております。で、裏面にも、でかくプリントが入っておりますね。で、黒ボディの焼けてる感じあったりとか、あとはこの辺ですね、ちょっと汚れとかもあったりするんですが、黒ボディなのでそこまで目立つっていうわけでもなく、いい雰囲気かなと思います。で、100% コットンの L 表記なので、僕がちょうどよく着れるっていうぐらいのサイズ感になっております。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。スカーフェイスの T シャツですね。タグがこちらデルタボディのサイズ表記 XL の表記になっています。2枚タグですね。黒ボディのこちらにプリントが大判で入っていて、裏面は無地のタイプになっております。その黒ボディの焼けてる感じがすごく出ていて、かなり雰囲気かっこよくなってるかなと思います。で、2枚タグの XL なので結構大きめですね。サイズ自体は僕もかなりゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方のお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらサンレコードですね。タグはヘインズの 50/50 50/50のボディですね。で、サイズ表記 WXL のサイズ表記になってます。黒ボディにこちらラバーのプリントで入っています。で、裏面に関しては無地のタイプですね。で、こちらに関しても多少のフェード感だったりあって、いい雰囲気に仕上がってるかなと思います。あとサイズ表記 WXL なのでかなり大きめです。僕でも相当ゆとりが出るいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。ラッセンの T シャツ。タグもこちらラッセンのタグになっていて、サイズ表記はこちら XL の表記になってます。で、こちら 100% コットンのボディですね。で、白ボディに、ラッセンの絵がプリントされているっていうところです。こちらの方にも入ってます。で、状態としては、ユーズドではありますが、特に目立ったダメージなどもなくいい状態かなと思います。で、サイズ表記も XL っていうところもあるので、僕がゆとりを持って着れるいいサイズ感かなと思います。こちらでお値段が9800円に消費税になります。続いてこちらですね。タグはこちらになっています。スクリーンスターのボディになっていて、サイズ表記こちら一番上ですね XL のボディになっていて、マリエラ・ブラーニっていう、香水のそういうブランドの香水の、フォトティになっておりますね。状態としてこちら下の方にシミ汚れが残っているっていうところですね。ちょっとブリーチでも落ちきらなかったっていうところですかね。
で裏面に関しては無地のタイプです。でサイズ表記 XL なので、僕がゆとりを持って着れていいサイズ感になるかなと思います。このフォトの感じもすごくいいですね。お値段が15,800円に消費税になります。続いてシャツに行きますね。こちらタグがリーバイスのタグになっていて、ミディアム表記になっております。こちらもついているいい状態ですね。でチェックの感じなんですけど、ベージュベースにブラウンのチェックが入っていて、白タブもしっかり残っております。状態としてすごくいい状態です。その生地の張りも残っているっていうところですね。特に目立つダメージとか汚れもないっていう状態です。サイズ表記ミディアムで、僕は正直ちょっと幅が気持ちぴったりするかなっていうところではありますが、着用自体はできるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてラルフローレンのシャツですね。タグはこちらの方になっていて、サイズ表記 L 表記です。で素材としては 100% リネンになっております。でベージュの色味に、深緑のポニーになってますね。でこちらも状態としては特に目立った汚れとかダメージなどもなくいい状態です。本当今の時期ちょうどいいんじゃないですかね、着るには。でサイズ表記が L 表記っていうところなので、僕が気持ち大きめに着れて、この辺は人気があるサイズ感かなと思います。お値段の方なんですけれども、こちら5,800円に消費税になります。続いてちょっとスペシャルなシャツですね。タグがこちらになっております。 US ネイビーの CPO シャツの古いタイプですね。襟もダブルステッチで縫われております。で、ウールのものになるので、その多少の使用感とか全体的にあったりはするんですが、あとはその色焼けですね。こういった感じで色焼けして少し色味が変わっていたりとか、この襟もそうなんですけど、あとはそれも雰囲気として見てもらえればなと思います。でサイズ表記あるとするとなんですけども、16ぐらいかなと思います。結構しっかりサイズが残っているというところですね。ウールでも縮みが出てないっていうところもいいポイントかなと思います。この肩の方とかも焼けてたりとかしてすごく雰囲気はいいですね。でサイドのマッチもついてるタイプです。こちらの方でお値段の方が25,800円に消費税になります。さあそしてめちゃめちゃスペシャルなシャツですね。タグの方がこちらビッグヤンクのプリントの方のタグですね。サイズ表記こちら17っていう表記なんですけど、もうこの紙タグが残ってるっていう時点でもう、デッドストック、水が通ってないっていう状態になります。で 100% コットンのグレーボディですね。でそれもあって状態としてはもう特に、説明するところはないかなと思います。ただ胸ポケットのボタンなどがビッグヤンクっていう刻印が入ってたりとかして、その辺がやっぱプラスなポイントかなと思います。で当然こちらサイドにマチもついております。でサイズが17っていうところなので、僕は正直現状大きいサイズ感にはなります。ただ水を通してあげることでやっぱちょっと縮みますし、その必要であれば乾燥機など入れてあげてもいいのかなと思います。ヤンクのこのもうスペシャルですね。お値段の方がこちら128,000円に消費税になります。続いてスウェットですね。レギュラーのスウェットから紹介します。タグがこちらフルーツのタグになっていて、サイズ表記 XL の表記になっております。でプリントがこちらラバーのプリントで UCLA、 このモチーフ珍しいかなと思いますのプリントになっていて、バックは無地です。でボディ自体非常にコンディションが良くて、そのブリーチでかなり、汚れなども綺麗な状態に仕上がっております。でサイズ表記 XL なので、特にひどい縮みっていうところも出てなくて、僕がいいサイズ感で着れるっていう状態ですね。こちらの方でお値段が7,800円に消費税になります。続いてチャンピオンのスウェットパーカー、タグはこちら90年の刺繍のタグで、サイズ表記 WXL になっております。もちろんアメリカ製ですね。で胸にスクリプトのロゴが刺繍で入るタイプです。ただやっぱクルーネックが出てきてもパーカータイプほんと少ないと思います。でフードの入り口とかも特にスレ等なくいい状態です。裏面に関してもこんな感じですね。特に目立ったところもなくいい状態です。本当に
でサイズ表記も WXL というところなので、僕がゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてフリース系をちょっと紹介しますね。こちらパタゴニアのこのタグでサイズ表記 XL の表記になっております。レトロ X のベストですね。で黒のフリースになっていて、これに関してはもう状態がすごくいいです。フリースも、全然そんななんか何回も水が通ったっていう感じの状態でもなく、すごく気持ちいい状態で残っています。でサイズ表記はすいません、サイズ表記は XL というところなので、僕が大きめに着れてこの辺の需要も多いかなと思います。こちらの方でお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらタグが LLB になっております。サイズ表記がこちら、メンズの L 表記になっております。でグレーのフリースにジッパー、フルジップのタイプでジッパーが YKK になっております。でこれに関しても特に目立ったダメージなどもなくいい状態ですね。リブとかもそんなひどいダメージもなくまだまだ着ていけるかなと思います。でサイズ表記も L っていうところで、縮みもあんまり出てないってところですね。僕が全然着用ができるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてリバースリブの紹介ですね。タグの方がこちら、90年代の刺繍タグ、アメリカ製で WXL の表記になっております。でボディの色味は黒、いいですね。で目付きのタイプです。で状態としてなんですけれども、こちらサイドの方に少し、生地がちょっとほつれちゃってるところがあります。またそれぐらいですかね。他なんかひどいダメージっていうのは特に見られないです。でサイズ表記 WXL なので、僕はかなりゆとりを持って着れる大きめのサイズです。こちらの方でお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグはこちら、90年代の刺繍タグの L 表記になっていて、白ボディに、黄色のスクリプトの刺繍が入っております。この配色珍しいかなと思います。程度としてところどころこういったシミ汚れが少し残っててっていうのがあったりするんですけど、全然ひどいダメージなどは見られないです。サイズ表記も L 表記なので、僕がちょうどよく着れるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてはこちらですね。90年代刺繍タグの WXL の表記です。でグレーボディにこちらラバープリントでミシガン入っております。こちらに関しても特にダメージなどひどいものはないかなと思います。で WXL なので、かなりゆとりが出るサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらが90年代刺繍タグの WXL の表記ですね。今日 WXL 多いですね。でグレーボディにこちらラバープリントで入っております。でこれに関しても特にひどいダメージなどは見られないです。で袖の方にもこちらプリントが入っております。こんな感じですね。で WXL なのでこちらも僕がゆとりが出るサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらのリバースも90年代刺繍タグの L 表記になっております。エンジボディにラバープリントでコルゲート入っておりますね。でエンジボディ退色しているのが多い中、こちらに関してはかなり程度いい方かなと思います。で L 表記というのもあって、僕が私物とかでも着るようなサイズ感になっております。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いて遊歩道の方から、NBA のチームものですね。90年代刺繍タグのミディアム表記になっています。グレーボディにラバープリントでブルーズのプリントが入っております。でこれに関しても特にひどいダメージや汚れなどは見られないです。ちょっと生地が、リブがですね、リブが気持ち伸びてるかなっていうぐらいです。ミディアム表記で、僕が着れないことはないですけど、ちょっと小さめに感じるぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方が19,800円に消費税になります。
続いてこちらの方が90年代刺繍タグの XL 表記になっております。グレーボディにこちら胸の方にラワープリントでワンポイント入っております。でこれに関していいのはバックも入っているってところですね。やっぱり両面プリントいいですよね、好きな方多いと思います。でサイズ表記も XL なので、需要も多いかなと。大きめに切れていいサイズ感です。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちら遊歩道の方から持ってきましたね。タグの方がこちらの方になっております。アメリカ製でサイズ表記の方がこちら XL の表記になっております。で黒ボディになっていて、こちら完全に無地のタイプです。ただリブにラインだけ入ってはいるんですが、この刺繍とかワッペンなどもないこの、プレーンなボディかなり珍しいと思います。でサイズ表記も XL っていうところがあって、僕が大きめに切れていいサイズ感です。ラグランなどもあってそこまで、着用感が気になるっていう方は少ないかなと思います。こちらお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてテーラードのジャケットですね。タグがこちらにバーバリーって入ってるんですが、こちらの内側ですね、こちらにはバーバリーのタグがあって、こちらに 100% ピュアキャメルヘアって書いてますね。いいですね。で色味が黒になっていて2つボタンのタイプですね。ボタンにもバーバリーの刻印が入ってたりとかしてかなりいいかなと思います。で裏面はこんな感じです。特にひどいダメージなどこちらもないです。でサイズ表記、SML とかで言うと、結構 XL ぐらいありそうな本当大きめのサイズ感になりますね。僕でもゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてリーバイスのボアジャケですね。タグはこちらのです。サイズ表記はミディアムになっています。でブラックデニムのボアジャケ、赤タブもしっかりついております。で4ポケのタイプですね。で裏面に関しても表と遜色ないような感じに仕上がってます。でミディアム表記というところで僕が着用自体はできるんですけど、ちょっとぴったりしちゃうかなっていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてミリタリーからちょっと1着紹介します。ジャングルファティーグのセカンドタイプになります。タグの方はすみません、欠損している状態です。ただ、サイズ表記あるとするとミディアムレギュラーぐらいのサイズ感かなと思います。でポレットもついていて、生地は当然ノンリップの状態ですね。でサイドにアジャスターがついているというところですね。で状態として全体的に多少使用感あったりとか、こういった薄いシミ汚れとかこういった感じになってはいるんですが、ひどいダメージなどがなく全然まだまだ着用ができるっていうところがいいかなと思っております。サイズ表記があったとしたらミディアムレギュラーだとお伝えしたのですが、僕も全然ゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてスニーカーを1点紹介します。コンバースのオールスターですね。すいません、インソールの方がちょっと見づらいかもしれないです。すいません、こちらになっていて、でアメリカ製の表記もしっかり残っております。で、サイズなんですけれども、こちら5ハーフの表記になっています。もう完全に女性向けっていったところにはなります。ただこのソール見てもらって分かると思うんですけど、もう全然使用されていない本当デッドストックの状態です。ヒールパッチの方もこちら USA 表記残っております。でボディの色、チェック柄になっていてかなり珍しいタイプですね。で、デッドストック状態も状態なので汚れとかも特に目立ったところ見られないです。こちらでお値段が 9,800 円に消費税になります。続いてちょっとベルトを2点紹介します。こちらまずこちらからですね、表記がこちら34、インチですねの表記になっているところものと、こちらも34の表記になっています。本当柄違いっていうところですね。ちょっとプレーンなタイプで、この和紙ですねが入っているところと、もう全体的にこの柄が入っているっていうタイプ、この2点ともどちらも 7,800 円に消費税になります。デッドストックの状態ですね。続いてこちらのキャップ
の紹介に入ります。タグの方なんですけれども、こちらについて、あとはこちらの方にサイズ表記ですね、7と4分の1の表記になっております。年代でいうと、そうですね、5、60年代ぐらいのものになるのかなと思います。で、紐もついていて、こちら上の方で縛る感じにも調整できます。で、7と4分の1なので、僕は入ったりするんですけども、若干小さめのサイズ感かなとは思います。ただその分状態がすごくいいですね。こちらお値段の方が、こちらすみません、6800円に消費税になります。続いてこちらエプロンの紹介です。タグなどはすみません、ついてない欠損している状態になるんですが、一番下の方ですね、こちらの方にも耳がついていて、年代はしっかり古めのものになっております。で、状態としてこちらにちょっとシミというか跡が残っていて、本当実際使われていたんだなっていうのはすごく分かるようなものになっております。この辺とかもそうですね。つけるとしたらって言ったらあれですけど、普通にこんな感じですね。で、こちらお値段が6800円に消費税になります。続いてパンツの紹介ですね。こちらカーハートのダックのダブル2になるんですが、タグがこちらの方になっております。こちらの紙タグも残っていて、3632の表記になっております。で、しっかりこちらアメリカ製のものです。で、黒のダックやっぱかなり使い勝手いいと思いますね。で、裏面にもこちらこの紙も残ってますし、テープもしっかり残っています。状態に関してはもう何も言うことないかなと思います。で、サイズ3632なので、僕は大きいですが、この辺は需要あるところだと思います。レングスが32ってところもやっぱこの少したるんで履いたりとかかっこいいと思いますね。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらコーデュロイパンツ519のコーデュロイですね。裏からですね、こちら白タブもしっかり残っております。で、ネイビーのコーデュロイにジッパーがこちら42のこちらリーバイジップになっております。で、状態としてなんですけれども、また下も全く問題ないです。で、レングスもこちらはオリジナルのものですねになっていて、コーデュロイ自体も全然状態いいと思います。実際のサイズになるんですけども、ウエスト33インチのレングスが30インチになります。僕が気持ち緩めでちょうどよく少し緩いぐらいで履ける感じのサイズ感です。こちらお値段が7800円に消費税になります。続いてレギュラーの501ですね。パッチからがいいですね。こちらウエスト36インチのレングスが30インチ、赤タブもしっかり残っております。で、状態としてはまた下全然問題ないです。ただ膝部分ですね、ちょっとしたダメージがあったりとかして、裾に関してはオリジナル、ただ多少のスレっていうのが正直あります。で、実寸のサイズの方がウエスト34インチのレングスが30インチ、ウエストだけ縮んでいるというところですね。この辺バランスも良くて需要あるかなと思います。お値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらもアメリカ製の501ですね。パッチがこちら、ウエスト30インチのレングスが32インチの表記になっております。で、赤タブはレジスターのみになっております。で、これに関してはちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、若干の毛羽立ちが残ってるっていう状態ですね。全然まだまだ色濃いって言っちゃっていいと思います。で、こちらもまた下全く問題なく、レングスもオリジナルのものになっております。で、すみません、実寸のサイズが、ウエストが28.5ぐらいな感じですね。で、レングスが30インチ、結構縮んでますね。僕だとさすがに小さいんですけど、この辺女性の方が履かれてもすごくいいかなと思います。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてヴィンテージの501ですね。パッチはこちらすいません、欠損しております。で、赤タブの方がこちらちょっと確認しづらいんですけど、こちらスモール E になっております。で、こちらポケット裏はシングルステッチ66前期ですね。で、トップボタン裏がこちらこの向きですね、6番になっております。で、すみません、状態見ていきたいんですけれども、ポケット入り口は大丈夫ですね。また下の方に
ちょっとしたリペアが入っております。で太ももから膝にかけて結構大きめの範囲でリペアが左右両方ですね入っております。ちょっと硬くなっているリペアですね。で裾に関してはオリジナルのものになっております。多少の擦れとかはあるんですけどもひどいダメージとかは特にないです。で実寸のサイズ感の方がウエスト32インチのレングスが30インチになっております。僕が本当ちょうどいいサイズですね。こちらの方でお値段が39,800円に消費税になります。続いてヴィンテージのカバーオールですね。タグの方がこちらについております。ヘッドライトいいブランドですね。でこちらものとしては、ブランケット付きの襟がコーデュロイに切り替わっているタイプですね。でボタンの方にも刻印入っております。ヘッドライトいいですね。でデニム、状態として見ていきたいのですが、この表のデニムっていうところはそこまでひどいダメージなどないんですが、ブランケットのこういったところですね、ところどころダメージきてるところがあったりっていうものにはなってます。で裏面に関してなんですけれども、この辺は大丈夫なんですけど、その裾付近ですね、こういった感じでデニムもちょっとダメージがきてるところ正直あります。ただ色味としてすごく完成してるかなと思います。実質のサイズあるとすると、そうですね、42ぐらいな感じですかね。ただラグランなのもあって、そこまで絶対42じゃないと着れないとかっていう人じゃなくても普通に着用できると思います。僕でも大きめに着れるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が79,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットですね。レザージャケットになるんですが、タグがこちらのリーバイスのショートホーンのタグついております。サイズ表記の方がこちら40の表記になっております。で形がサードタイプになっております。胸ポケット2つついていて、こういうプリーツが入っていてっていう形ですね。タブの方は白タブのこちら赤文字のビッグリ、もちろんビッグリですね。このタイプのジャケット僕も何枚か見たことあるんですけど、レザーがそんなあまり耐久性がないって言ったらあれですけど、ちょっともろめの生地だと思うんですよ。それで肩とかが結構レザー自体も生地いっちゃってるっていうものが多かったりするんですが、これに関しては全然まだまだ着用がしていけるっていう状態です。かなり希少かなと思います。サイズ表記も40というところなので、僕がちょうどT シャツ1枚の上に羽織るにはちょうどいいサイズっていうところですね。こちらの方でお値段の方なんですけれども、こちら98,000円に消費税になります。続いてこちらの商品なんですが、すみません、正直ちょっと同じやつが2つあります。ちょっと2つまとめて紹介させていただきます。パッチ型がいいですね。こちら 911G の、3034表記と3134表記、リーバイスの黒のピケパンですねになっていて、こちらどちらもフラッシャーの残っているデッドストックの状態です。でこちら赤タブも当然2つともビッグリのものが残っております。でこちらジッパーなんですけれども、こちらですね42タロンが使われていて、でこちらに関しても42タロンが使われております。でもう状態としてはデッドストックなのでもう特に言うこともないかなと思うんですけれども、サイズですね、そのレングスが34、どちらも34なので、正直僕にはそのレングスが長いっていうものにはなるのですが、この状態なのでっていうところですね、裾上げしてからマイサイズにして履くっていうのもかなりありかなと思います。でシルエットがとにかく良くて、本当細身のシルエットですね。606とかっていうほどそのぴったりスキニータイプっていう感じのシルエットにはならないんですが、逆にその大人っぽく履きこなせるかなと思います。911G、その黒はその G っていうところですね。かなり珍しいと思います。デッドストックなんて見かけないです。こちらの方でお値段がどちらも258,000円に消費税になります。本日の商品紹介は以上になります。今週末ですね、ベルエージン本店の方で入荷の方がありますので、そちらのを楽しみにしていてください。よろしくお願いします。